皆さんこんにちは。半分子夫婦です。今日はお家で焼き鳥パーティーをしたいと思います。いいねいいね。ハツにぼんじり、つくねにレバー、鶏皮も外せないな。焼き始めると部屋の中がいい香りで最高だったので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは本日のメニューです。焼き鳥いろいろとサラダと鶏皮ポン酢です。いろいろね。それではサラダを作っていきます。今日は新玉ねぎとトマトを使っていきます。新玉ねぎはね、普通の玉ねぎより辛みが少ないので、サラダとかマリネとかに最適だそうです。そうなんだ。らしいよ。あとね、玉ねぎはさ、血液サラサラになるっていうのと疲労回復効果があるらしくて、あとね、トマトもなんか一緒に食べることで、トマトのリコピンと玉ねぎのケルセチンとかいうのがうまくなんか作用してね、抗酸化作用が期待できるらしいよ。なるほどね。ジェイ君なんか最近老けたの気にしてるからぴったりなんじゃない？確かに。なんか最近肌ツヤがなくなってきたんだよね。まだね、ピチピチのキラキラの30代なのにね。いや、ほんとよ。悲しくなっちゃうね。で、ドレッシングを作っていきます。醤油麹とお酢とごま油で今回は和風のドレッシングを作ります。混ぜて、で最後にごまを振ったらドレッシング完成になります。で、サラダに最後、鰹節を振りかけて、こっちも完成です。美味しそう。次は、お買い得商品になっていた鶏皮を使って、鶏皮ポン酢と鶏皮の串を作っていきます。これ安かったね。こんだけ入ってお得。まずは鶏皮をさっとお湯に通して、まずは鶏皮ポン酢から作っていきます。茹でた鶏皮を食べやすい大きさに切っていきます。味付けはごま油、にんにく麹、生姜麹、コチュジャンとポン酢で味付けをしていきます。普通の鶏皮ポン酢よりちょっと韓国風にアレンジしてみました。なんかニンニクなのかパンチ効いててすごい美味しかったよね。しかも鶏皮にもね、美肌効果があるらしいから、ジェイ君にはもってこいだね。いっぱい食べないと。で、タレに鶏皮を入れて混ぜて、で、食べる直前まで冷蔵庫で冷やしておきます。次は焼き鳥のタレを作っていきます。砂糖、醤油、みりんで作っていきます。ジェイ君はさ、焼き鳥塩派だよね。どっちかというと塩派だね。なんで塩が好きなの？なんか塩の方があっさりしてるし、基本的に甘いのよりもしょっぱいのが好きなんだよね。なんかタレってお店によってはちょっと甘めだったりするじゃん。確かに。でもその甘いのがいいんだけどね。まあね。そういえばさ、ジェイ君はお菓子も甘いのよりしょっぱいのがいいよね。そうだね。ついつい手が伸びちゃうのはしょっぱいのだね。ジェイ君にお菓子買ってきてってお願いするとさ、なんかいつもがっかりしちゃう。だってさ、甘いチョコレートとかクッキーとかを期待してるのにさ、いつもポテチ買ってきて。ごめんって。甘いのどこ行ったってなってるんだよ、心の中で。はい、そして鶏皮を一口大に切って、串に刺していきます。はい、もう美味しそう。だね。これをタレにつけておきます。鶏皮はタレだよな。まあ確かに鶏皮はタレ一択だね。次はつくねを作っていきます。このつくねはね、普通のつくねなんだけど、マジで感動したからおすすめです。まずはネギをみじん切りにして、ボウルに入れていきます。で、その後、鶏のひき肉を入れてこねていきます。この時ね、まだ少し凍っててさ、作る直前に花まさ買ってきたんだけど、思ったより凍っててね、手が冷たい冷たいよっていう感じの状況でございます。固まってる。冷たかった。まあこんなもんで良いかというところで味をつけていきます。お酒、醤油、生姜麹、ブラックペッパーで味をつけていきます。で、混ぜていきます。
ああ、最初からゴムベラでやればよかったじゃんって思いながら混ぜてます。で、2つに分けて串に刺していきます。いい感じだね。ボリューミー確かにちょっとでかかった。2つ目もこんな感じで完成。次はぼんじりです。ぼんじりもうまいよな。お、N ちゃん、ぼんじりは下ごしらえがいるみたいだよ。そうなの？そうとも知らず串に刺しちゃってるよ。N ちゃん、ハツも下ごしらえが必要みたいだよ。そうなの？確かになんか違うなとは心の中で思ってたんだよね。だってこんなのお店で見たことないもんな。はい、ということでちゃんと気づいてぼんじりの下ごしらえをしていきます。始める前にさ、ジェイ君が YouTube で下ごしらえのやり方を見つけてくれたじゃん、で、2人でその動画を見て学習して、よーしやるかーってやった一発目よ。まさかのジェイ君動画と違う自己流披露してたな。まあ、自己流って言っていただけると聞こえいいけど、シンプルにただ肉に切り込み入れてるだけだったわ。いや、俺不器用だからこういうのダメなんだよね。N ちゃんはすぐできるのなんでなん？逆になんでなん？動画をさ、やる前に2回もさ、2人で見て、よしいけるぞってなったからさ、やったじゃん？まあそうなんだけど、頭で理解したつもりでも、そっから思うように手が動かないのが不器用ってやつや。で、結局ね、私も初めてやる作業なのに、ジェイ君にこうやるんだよって実演しながら教えたよね。そうだね。でもなんか俺のは身がやたら少なくなっちゃってたね。ね、食べるところ切り落としすぎてて笑ったな。もったいなかった。そんなこんなで串に刺していきます。ぼんじりにはね、真ん中に骨があるんだけど、これを次の日にスープの出汁で使ったらすごく美味しかったよね。スープにね、有効活用できるのも焼き鳥の醍醐味だよね。で、次はハツの下ごしらえ。これもね、動画見て学んだよね。こっちの方が比較的簡単だった。これはなんとかできた気がする。そうだね。真ん中で切って血合いを取るだけだったもんね。簡単だったね。てかさ、我が家ではよくレバニラを作るじゃん？そうだね。で、その時に使うレバーの上になんかさ、見覚えがあるやつあるなって今回思ってたんだけどさ、あれハツだったんだね。そう。調べたらスーパーで売ってるレバーってハツがくっついてることが多いらしい。そうなんだね。でもそうとも知らず全部レバーと思ってレバニラ作ってたよ。アホだったわ。まあ俺ららしいな。いや、これよこれ。この形。よく焼き鳥屋さんで見るこの形はこうやってたのかってなったよね。確かに。ハツってさ、心臓なのになんでこんな薄っぺらいんだろう、どこに血が通ってるんだろうって思ってたら、真ん中に切り込み入れて開いてたんだね。ガッテン承知の助。ちょっと意味違くない？ガッテンか。次はレバー。レバーは柔らかいから刺すの簡単だったね。ところでレバーはどっち派？レバーはタレやな。もうタレなんかい。次は砂肝。これは下処理済み、カット済みだったので串に刺すだけです。いやー、だいぶ楽でしたわ。ただね、これはこれでね、問題がありまして、めちゃめちゃ硬かった。確かにジェイ君不器用だからさ、力加減間違いまくってさ、自分の手にブスブス刺しまくってたよね。そう、めちゃめちゃ痛かったわ。2本タレにつけておきます。次はネギマを作っていきます。ネギを切って鶏肉と交互で刺していきます。これは柔らかくてやりやすかったね。よかったね。で、最後に塩とブラックペッパーを振って串1皿目完成です。はい。次は豚バラ巻きを作ります。豚バラに、塩をまぶして、塩コショウをまぶして、で、大葉を敷いて巻き巻きしていくというやつです。こんな感じで巻き巻きしていきます。映えてるね。色合いが綺麗だね。これはね、居酒屋で食べてめちゃめちゃ美味しかったので再現したやつです。巻いたやつを一口大に切っていきます。めっちゃゆっくり切るな。慎重に。でね、それを串に刺していきます。見た目いい感じだね。よく居酒屋で見るやつ。これ美味しいんだよ。はい。で、次はトマトを豚バラで巻いていきます。
なんか徒競走みたいだね。確かに。よーい、ドンつってね。ね。最後のビリ到着。そして串に刺して2皿目完成。はい、次はつけておいたタレの串も盛り付けていきます。いい感じ、美味しそう。はい、3皿目完成です。すべての料理が完成しました。豪華。いただきます。乾杯。N ちゃんはメロンの氷結、僕はプレモルです。うま幸せ。早速焼いていきます。まずはネギマから。そして火の通りが遅いレバーも乗せていきます。でね、焼いてる間にサラダにドレッシングをかけて食べていきます。どうかなどうかな。うまい。和風のドレッシング美味しいね。あとなんかあれちょっと若返ってきた。早っ。どれどれ。ほんとだね。あれなんか餅サラサラになった気がするよ。早すぎ。鶏皮ポン酢はどうかな。どうだろう。うまい。ごま油とコチュジャンがいい仕事してて韓国風なのが良かったわ。次はネギマですね。うまいうまい。梅干しとしそを乗せて食べます。うまい。これはマジで美味しかった。次はつくね。いやー、これもうまかったな。お店超えたわこれね。美味しかった。もう一回食べたい。でもさ、今回改めて思ったけど、焼き鳥屋さんってすごいよね。下ごしらえ結構大変だったじゃん。これ毎日やる焼き鳥屋さんってすごいなって思ったよね。焼肉も簡単だけどさ、焼き鳥は結構手間かかるんだなって思ったよね。だね。でも家で思う存分焼き鳥を食べれるなんて幸せだよね。まあそれはあるな。贅沢だったね。ね。ハツも美味しかったし、砂肝は柚子胡椒で大人な感じで食べます。うまい。最高だね。そして大葉巻きどうかな。うまいうまい。ちょっとしょっぱかったな。確かに食べ続けてたらなんか人殺しちまうくらいしょっぱかった。そこまで。次はね、下ごしらえに苦労したぼん汁です。これもうまい。さあ、おうち焼き鳥はいかがでしたでしょうか。共働きの我が家は平日は毎日あっという間に過ぎてしまいます。だからこそ休日は美味しいものを囲みながら夫婦でゆっくり過ごす時間を大切にしています。そんな我が家の休日のひとときを少しでも和んでいただけていたら嬉しいです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。